盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマは植え替えなんですけども、普通の植え替えっちゃ植え替えなんですが、寄せ植えの植え替えのご説明をしていきます。はい、こちらの、寄せ植えなんですね。僕が種まいて作ったやつなんですが、これ植え替えするときに、一つ注意点あるとするならば、これ一本一本違うんで、あんまり激しくやりすぎるとこれバラバラになるんですね。だからその辺気をつけ方、それプラス普段の植え替え、改めて復習というかおさらいというかね、そんな感じで見ていただければなと思います。じゃあ早速この鉢をね抜いていくんですが、今下見ましたけど、もう根っこがもう回り込んでね、本来ここにあるはずの網がもうだいぶ中まで行ってます。もう早く植え替えしてあげないっていう話なんですけども、その割には意外と元気なんですけどね、葉っぱはね。はい、じゃあこれ早速いきます。まずは止めてるこうやって針金を切って、ここも切って、これちょっとでもね引っかかるとね抜けないんですね。意外と簡単に、はい、こんな感じの根でね、もう網なんかも奥に入り込んで、もう根もびっしりで、かなり新陳代謝の悪い状態だなという感じがします。はい、じゃあこの根をかなり小さくしていくんですが、先ほども言ったみたいに寄せ植えなんで、これ全部がねバラバラっとならないように、でこうやって結構最初のうちは根は荒々しくいってもいいんですが、難しい、いろんな道具をね使いながら、これは硬いこういう時はもうハサミで無理やり切るのもいいですね。この表面のね、なんかすごいこうガチガチのとこさえ取ったら急に崩れやすくなって、結構作業がね早くなったりするんです。こういう作業をする時のハサミはね、ちょっと使い古したようなハサミの方がいいですね。この荒々しい、もう砂も一緒に切っちゃうんで、もうすぐ切れ味悪くなります。これはかなり強敵な根っこですね。もう砂なんか全然どこに行ったのかなっていうぐらい。せめてこの網のあるとこまでは戻したいですね。ちょっと表面の密集したのを切ったら、あとは意外と早いと言ったんですが、なかなか手強い根っこでした。これもやってみないとわからない部分で、だいぶこの前回のね砂のとこまで来ましたけどね、ここからちょっとねあんまり行き過ぎるとこの寄せ植えがバラバラっと崩れちゃいけないので、
ちょっと慎重にいきましょうかね。でなるべくこの底は平らにした方が後で植えやすいです。さあこの辺りでまあだいぶ小さくなったんでね、こんだけ今切りました。これ全部なかなかこれね、こうすると結構な量でしたね。はい、ちょっともうこれ一回でちょっと斜め、もうちょっと平らに。あとまあ表面のちょっと余分な汚いところをちょっとね、こう先の尖った、まあ、こんなんでもいいんですけど、まあお箸みたいなんでもええですし、ちょっと優しくこんなもんかな。これ以上やるとなんかバラバラっといきそうなんで、とりあえずまあ根の処理はこれぐらいで、はい、ちょっと斜めか。まあこんなもんでしょう。こうやって立てたら結構植えやすいです。はい。これで次は新しい鉢にこれを植え付けていきます。これがね鉢なんですけど、前さっき植わってたね、ちょっと一回り大きいサイズ、結構ボコーっとなってたんでね、まあなんなら一回する前にちょっとあてがってみるのもありですね。前のだとまあ、これでもいいんですけど、ちょっと窮屈そうかなという気がして、僕は今日はもう上も成長していくんで、ちょっと一回り大きめのにやってみます。これは鉢の穴ですけども、これにちょうどいい網ね、はい、こういうのを置いて、でこれ針金、これ網を留める針金ですね。で大体この鉢の穴のサイズぐらいにこう折り曲げてやって、でそのまま鉢の穴のギリギリのあたりのこの網のねに突っ込んで、で裏返して、ここでちょっとキュッとちょっと引っ張ってキュッと、で余分に長いのは取ると。で結構まあまああんまりグラグラこうやって指でこうやってもちゃんと止まってます。はい、でさらにこの鉢の穴にこの木を留める用の針金を入れます。だいたいここでこう鉢を弱えるんで、まあちょっと気持ち長めぐらいですね。余分に短いと後で厄介な、これぐらいちょっと長めですけど、でこれを2本、まあ安定のいい子とか小さい子はこういう針金1本でもいけるんですけども、ちょっとこの子ね背が高いんでグラグラしそうなんで、まあ鉢の穴も2本分ありますし、でこれもだいたい真ん中ぐらいに掘って、この鉢の穴に先にねこういう型をつけとくとすごい入れやすいです。こうやってね、もうこれは今やってる作業は寄せ植えだろうとどんな木だろうともうみんな変わらない共通の作業ですけど、まあ、改めましてこれすごい大事な作業なんで、植え替えは慣れたら簡単なんですけど、意外と皆さんやりにくい作業というかね、何回でも見て勉強していただいていいかなと思います。はい、こういう状態で一回鉢を置いときます。でここにまずはちょっとこれ今日ね細かめの砂と粗めの砂用意してます。まあ、こっちほとんど石の粒ばっかりです。まあ、材質はまあどの砂でもいいんですけど、ちょっと大きめ、木に対してちょっと大きめの水はけ用の砂
でこちらがまあ石の粒の砂と、まあ、赤玉と桐生が混ざってる、まあ、割合はもう適当ですね。まあこだわる人はこだわるんですけど、まあ3対3対3ぐらいでも何でもええと思います。はい、全部砂とか全部赤玉はちょっと僕、あんま好きじゃないかなと。やっぱ石の粒の砂は何割か入ってほしいなという感じの用土です。でまずこのちょっと荒っぽいのをね、この中に排水用なんで、薄く、特に網の上に薄く、あんまり敷きすぎたらこればっかになるんで。で次はこの木の下の部分の砂、ちょっとここ山盛りにしてやったら、この中がデコボコしとるとこに砂がうまく入りやすい。ちょっとここだけね山盛りで、次は鉢のね、こういう足の正面みたいなあるんはあるんですけど、特に今回丸鉢なんでこの針金に対して留めやすい場所でいいかなと。でどこが正面かをある程度決めて、であとはこうそうです、こう倒れるこの角度と、この角度、あとそうですね、この辺なのかこの辺なのかっていう、今回丸鉢なんでもうど真ん中にドンといって、この樹形だったらなるべくこう傾けすぎたりするよりかはなるべくまっすぐ上ぐらいでいいかなと思います。でこうグッグッグッと押し込んで、鉢の、このなんだろうな、根の下ガタガタしてるのこれでしっかりギュッと隙間なくしてやると。で次これね、針金止める時なんですけど、こうとこうだとねちょっとずるっといっちゃうんで、上の方ではなるべくクロス気味にこんな感じでね、こっちがいいかな、クロスになるようにした方が止まりやすいです。でこっからがめっちゃ大事なんですけども、今までも大事なとこばっかなんですけども、この針金を止める作業、ちょっと両方仮止めします。でこれねじにくいんでちょっと余分に長いのは先取っときます。でこっからが大事。今はもう軽くねじったんですけど、これ引っ張ってねじる、引っ張ってねじる、引っ張ってねじると。これしないとここがなんか団子っぽくなってすぐプチッと切れるようなで、あんまり締まらないような感じになります。引っ張って締める、引っ張って締めると。で手がこの針金先で怪我しないように寝かすと、引っ張って締めるで締めると、引っ張って締める、こんなもんですね。でこんだけねしっかり固定されてたらもう合格ですね。はい、で今度はこの空いてるとこにその細かい砂を入れて、であと手でこうトントンするだけでちょっと弱いんで、こういう竹串とかお箸でも何でもいい、もうこういう形状のものだったら何でもいいので、この根とね鉢の間の砂ちょっとふわふわしてるのをこれでもうつついてしっかりと詰めてやるというか、はい、こんな感じ。ちょっとさっきよりね鉢を大きくしたんで鉢の方がちょい目立ちますけど、これどんどんまだ大きくしようかなと思ってるんで、これでもいいだろうと。かなりゆったりと植えたので乾きにくいかなという感じ。はい、これが寄せ植えの植え替え、ほとんど普通の植え替えと変わらないんですけど、根を切るとき最後、しっかり切るときにバラバラとならないように気をつけると。はい、普通の植え替えとね大差ないんですけど、
皆さんもう一回、これはもう何回見ても作業なんで本当難しいし、これを覚えれたら盆栽レベルがもうグッと上がるんで、しっかり覚えていただきたいなと。でこれにあとまたこの中泥汚れがいっぱいあるんで、これを水でザーッと流してシャワーでねできたらもうほんと完成ですね。はい、こんな感じです。じゃあ今日のテーマは以上でした。北谷4世4代目北谷十一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。